物事を自分で思っているくらいにうまく本当にできますか？お金のやりくりはどれくらいうまくできますか？人の気持ちを推し量ることはどうでしょう？知っている他の人と比べてどれくらい健康的だと思いますか？文法は平均よりもよくできると思いますか？自分が他の人と比べてどれほど有能か把握しているというのは、自尊心を高めるという以上のことです。自分の判断や直感に従って進めるべきか、それとも誰かに助言を求めるべきか見極める助けになります。しかし心理学の研究は、私たちが自分を正確に評価するのがあまりうまくないことを示していて、実際には自分の能力を過大評価していることがよくあります。専門家はこの現象をダニング・クルーガー効果と呼んでいます。100以上の研究が示す幻想の優位性を人はなぜ抱くのかをそれが説明しています。私たちが他の人より優れていると思う度合いは数学の法則と矛盾しています。2つの会社のソフトウェアエンジニアに自分の能力を評価してもらったところ、一方の会社では 32%、他方の会社では 42% の人が自分は上位 5% に入ると答えました。また別の研究によると、アメリカのドライバーの 88% が自分の運転技術は平均よりも上だと考えています。これは稀にしか見られない話ではありません。人は自分を他の人の多くよりも高く評価する傾向があって、それが健康からリーダーシップ、倫理を含むさまざまな面で見られます。中でも興味深いのは、能力の低い人ほど自分の能力を大きく過大評価しがちだということです。例えば論理的推論、文法、お金の知識、数学、感情的知性、臨床検査の実施、チェスといった領域で明確に劣っている人が専門家並みの自己評価をする傾向があります。このような妄想を抱きやすいのはどういう人なのでしょう？残念ながらみんなです。誰でも自分で認識していない無能な面を持っているものですから。でもなぜなのでしょう？心理学者のダニングとクルーガーが1999年に初めてこの効果について書いた時、何かの領域で知識やスキルを書く人は二重の呪いを受けることを指摘しています。第一に彼らはミスを犯しまずい判断をします。第二にその同じ知識の欠落のため自分の間違いを捉え損ねることになります。言い換えると、下手な人というのは自分がいかに下手か認識するのに必要な力を欠いているのです。例えば研究者がある大学のディベート大会の参加者を調べたところ、予選で下位 25% のチームは5試合で4試合近くを落としていましたが、彼ら自身は6割方勝っていると思っていたのです。ディベートのルールをしっかり把握していなければ、自分の議論がいつどれほど頻繁に破綻しているかも認識できません。ダニング・クルーガー効果はエゴのために自分の弱みに盲目になるということではありません。人は自分の欠点を見つければ普通それを認めるものです。ある研究で初め論理パズルの成績が悪かった学生は、論理のミニ講座を受けた後、以前の自分の能力がひどいものだったことを進んで認めています。ある程度経験や技術のある人が自分の能力にあまり自信を持っていない理由をこれは説明するかもしれません。知らないことがたくさんあるのがわかるくらいに彼らはよく知っているのです。専門家は自分にどの程度知識があるか把握している一方、別種の間違いがよく見られます。他のみんなも自分と同じくらいに分かっているものと仮定するのです。結果として人は無能であるにせよ、高い技能を持つにせよ、不正確な自己認識にとらわれているのです。スキルが低い人には自分の欠点が見えません。非常に有能な人は自分の能力がどれほど普通でないかを認識しません。ダニング・クルーガー効果がそれを体験する当人に見えないものなら、さまざまな面で自分が実際どれほど優れているのかどうすればわかるのでしょう。第一に他の人からのフィードバックを求め、耳が痛くともよく検討することです。第二にさらに重要なのは学び続けるということです。知識を身につけるほど能力の見えない穴はできにくくなります。すべては古いことわざに言う通りなのかもしれません。愚者と議論するときには相手も同じことをしていないか確かめよ。登録をクリックして情報を逃さず好奇心を持ち続けましょう。